こんにちは、たかしです。本日は9月30日土曜日、週末ですので、来週2日からのポンド円とドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。本日9月30日までポストプライムのプライム登録 75% 割引を実施中です。この期間にご登録いただくと3ヶ月間ずっと 75% 引きでプライム会員をご利用できます。2週間の無料期間もありますので、無料期間だけでもぜひお試しください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は GMMA の青帯で上値を抑えられている、そんな風に見えますね。現在は GMMA の青帯をわずかながら下抜け、そこで停滞しております。イメージとしては大枠でのレンジを考えております。こんな緑の矢印のイメージですね。上がったり下がったりというレンジ相場を得てからの上昇なのか下落なのかっていうところ、今はその境目、どちらに行くのかを迷っている、そういう期間にありますので、かなり難しい動きをしているのが現状です。その中で今は GMMA の下にありますので、下落優位ではあるんですね。ただ GMMA は今横ばいになってますので、レンジになった場合は GMMA を上抜けすることも考えられますし、当然また下抜けするということも考えられます。ストキャスティクスは今ゴールデンクロス、マクディの下落モメンタムはほぼほぼ消えてきたというところで、ここから上昇できるのかというところですが、木曜日一旦上昇してきたんですが、金曜日やはりちょっと上値が重くって、現在は GMMA の青帯で上値を抑えられているように見えます。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足、ここにトレンドラインを引いてました。緑のトレンドラインですね。ここを上抜けて、今上昇に行けるのかどうかというところですね。GMMA の青帯は今までずっと下向きだったものが、ここ木曜日、金曜日で上抜けてきて、現在は GMMA の青帯でサポートされるかどうかっていうところを見ておきたいです。若干この青帯、上向きに変わってきてますので、ここでサポートされればもう一段の上昇。このオレンジの水平線ぐらいまでの 183.4 ぐらいまでの上昇を見ておきたい。緑の矢印のイメージですね。現在は GMMA でサポートされるか、そこをまずは月曜日の初動で見ておきたいですね。月曜日ここでサポートされるのであればもう一段上昇で 183.4 付近まで、そこを上抜けてくるとまた次はこのラインですね。白いライン184円ぐらいまでの上昇をイメージしておきたいです。ただしこの黄色の矢印みたいな感じで 183.4 付近から再び下落に戻っていくっていうことも十分考えられますのと、あとストキャスティクスちょっと今下落気味ですね。ですので月曜日このあたりで上値が重いような動きになってくるかもしれません。でそのあたりで値固めをするのであればここからの上昇を見ておきたいですし、今はまだ GMMA の上に乗せたばっかりですので、サポートされなければ下抜けしていきますので、その辺も注意です。基本的には今 GMMA の上に乗せてきているので、もう一段上昇する緑の矢印のイメージが有力だとは思ってます。では1時間足です。1時間足はちょっと難しいですね。金曜日と木曜日っていうのは月末の動きで上昇はしてきてますが、これが本来の流れになるかどうかっていうところを月曜日以降に見ておく必要があります。大枠では4時間足で見ているのがまだ分かりやすいのかなと。4時間足の GMMA ここで今サポートされるかどうかっていうところです。1時間足の GMMA も上を向いておりますので、1時間足は上昇トレンド中なんですが、ちょっとこの GMMA の青帯付近で上値が重いなというそんな印象を受けますよね。ですのでここを下抜けてくればこの1時間足の上昇トレンドを崩してきますので、再びこの安値を目指して下落するかもしれませんが、ここでサポートされれば先ほど4時間足でイメージしたようにもう一つ上 183.4 ぐらいまでの上昇を見ておきたいです。ただ金曜日大きく乱れた後の動きですので、おそらく上がるにしても下がるにしても迷うような動きをしてくると思いますので、トレードしやすいのは金曜日の高値を上抜けてから 183.4 ぐらいまでの上昇、そして金曜日の安値を下抜けてからの直近安値 180.8 ぐらいまでの下落っていうところを見ておくのが分かりやすいかもしれません。では次はドル円を見ていきましょう。まずは冷やしからです。現在ドル円は高値圏、かなりの高値圏にあるんですね。過去のこの高値、2022年の高値付近に来ておりますので、ここからもう一伸びできるかどうかっていうのを今は見ております。このオレンジの平行チャンネルですね。この上限まで達すると151円ぐらいが現在はターゲットになっておりますので、そのあたりまでの上昇は見ておきたい
い。ただしこのオレンジの平行チャンネルの上限に達せずに、ここからダラダラと下落していくっていうことも考えられます。現在は GMMA のこの青帯ではなく赤帯の方に沿って上昇してきておりますので、一旦青帯までの下落、調整の下落ですね。そういうところは考えておきたいです。値幅調整をするのであれば青帯ぐらいまで下落、日柄調整をするのであれば現在地付近で揉み合ってからの上昇になるという大枠でのイメージは持っておりますが、もしかするとこのままスルスルと上昇していく可能性もありますので、その辺を見ておきたいですね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、いつ調整の下落をしてもおかしくないんですが、MACD 今までずっと下向きだったものが今ちょっと上向きに戻ってきてますので、このまま上昇する可能性。そして金曜日は長い下髭になってきてますよね。こんな感じ。なので、ここから上昇する可能性は高いとは思っております。では4時間足です。先ほど日足で見ていた平行チャンネルはここのオレンジのライン。そのあたりまで上昇すれば151円というところを目指してくるんですが、現在はまだこの赤の平行チャンネルの中で動いております。一旦水曜日にこの平行チャンネルを上抜けたんですが、結果的にはすぐ戻されて今平行チャンネルの上限で調整を行っている途中ですね。ストキャスティクスがそろそろ高値圏にありますので、金曜日上昇はしてきたんですけれども、次水曜日の高値を超えられるかどうかっていうところに注目ですね。ここを超えてくると上昇トレンド継続なんですが、超えられないとここでのダブルトップからの下落で、日足の調整下落に入っていく可能性があります。その場合はこの赤の平行チャンネルの下限ぐらいまで下落してもおかしくない。もしくはこのあたりですね。昨日一旦下髭でちょうど平行チャンネルのセンターラインまでは下げてきたんですが、もう一度実体単位でここまで下げてくるっていうことも考えられますので、もう一段下落後の上昇になるのか、それともこのまま上昇していけば直近の高値を超えてからの上昇というところをイメージしておくといいと思います。ただストキャスティクス高値圏ですので、あまりどんどん上昇していくっていうイメージは持たない方がいいかもしれませんね。では1時間足です。1時間足でイメージしているのは、一旦こういう黄色の矢印、この動きには警戒です。先ほど言いましたように4時間足でのダブルトップからの下落ですね。まずはこの高値、水曜日の高値を超えられるかどうか、そこを超えてくるともう一段上昇していきます。この平行チャンネル、赤の平行チャンネルを上抜けるっていうことになりますので、もう一段上昇できるんですが、そこが超えられないと、再びこの平行チャンネルの上限が意識されて、もう一度調整の下落、4時間足とか日足の調整の下落に入っていく可能性があります。金曜日は一旦 GMMA の青帯を下抜けたんですが、すぐに戻してきてますよね。そして再び GMMA の青帯の上に乗せてきました。ですので、まずはこの青帯でサポートされるかどうかですね。サポートされればそこからの上昇ですね。まずはこの水曜日の高値 149.7 付近を目指して上昇していくと考えますが、そこを超えられるかどうかで、超えられなければ下落していく可能性が高くなりますので、そこは注意なんですが、基本的には今4時間足の GMMA がこの辺を走ってまして、4時間足も日足も上昇トレンド中ですので、まずはこの上昇トレンドの流れに乗っていく。今はチャンネル上限にあって反発の下落をしやすい試合ではありますが、この反発の下落は狙わない方がいいと思います。明確に1時間足のトレンドを崩してくれば、そこからの下落の流れに乗っていくのはいいんですが、昨日一旦この上昇トレンドは崩してきたんですけれども、今再び GMMA の上に乗せてますので、やはりここからは上昇していく可能性の方が高くなりますので、この黄色の矢印の動きには警戒なんですが、基本的には高値を更新していく可能性の方が高くなりますので、その辺ですね、下がったところからの上昇の流れに乗っていくっていう考え方を持っている方がトレードはしやすいと思います。ただ、ポンド円もドル円もそうですけれども、金曜日大きく荒れた後ですので、月曜日はちょっと様子見の動きになるかもしれませんので、その動きには注意ですね。様子見で上がったり下がったりという動きをする可能性があるので、方向感なく動いているときは手を出さない方がいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。